皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。本日は、緊急速報として電気代値上げのリアルということでお送りいたします。今回は、ニュースサイトからの情報を参考に、今起きていることについて大至急情報をシェアしたいと思い動画を作成しました。今、Twitter では、電気料高すぎというハッシュタグが上位ランキングされ、多くの方が電気代の高騰に悲鳴を上げ騒ぎ始めているそうです。私もこの情報をキャッチした際、予想以上の値上げ幅に今一度気を引き締めておりますが、せいぜい3000円くらいの値上がりくらいだろうなんて舐めているとえらい目に遭います。ぜひこの動画を最後までご視聴いただき、今何が起きていて今後はどのように頭を切り替えていけばよいかの参考にしていただけたらと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、早速今何が起きているのかということを、ある家庭の電気代明細書を参考に見ていきましょう。群馬県でオール電化の一戸建てに暮らす5人家族のケースで、去年1月の電気代の請求額は38,700円でしたが、今月の請求額は52,000円以上になっていたというのです。節電の努力もあって3割ほど使用量を減らしたにもかかわらずです。皆さんのご家庭は一月どのくらいの電気を使用しているでしょうか。このご家庭の請求額は前年比 134% アップとなっています。次は青森県の一戸建ての3人家族の場合です。なんと今月の請求額は16万円に迫ります。そのうち6万円以上を燃料費調整額が占めます。この燃料費調整額については後ほど触れます。さらに山形県の一家はオール電化の一戸建てに暮らす3人。今月の電気代請求額は10万1,822円です。ちなみに去年の1月の請求額は5万円台だったので、2倍近くに高騰したことになります。すでに可能な限りの節電はしているにもかかわらずです。改めて具体的な請求額を見ますと背筋が凍る思いがします。電気代値上げというと、2023年5月請求分からという認識でいる方が多いと思いますが、実は2021年9月より値上げは続いてきていることをご存知でしょうか。決して2023年5月請求分から急にというわけではありません。その結果が今紹介した事例の通りなのです。この時点で世間からは悲鳴が上がり始めているわけですが、5月請求分からはさらにすごいことになります。なんと5月請求分から燃料費調整額という部分の上限が撤廃されます。さらに他にもあるのですがあまり騒がれていません。それは託送料という請求項目になりますが、こちらの料金も同時期に値上がりすることになります。何も手を打たなければ5月の請求書が届いて初めて慌てることになるのではないでしょうか。そこで一旦嘆くのをやめ、気持ちを落ち着かせ対策を考えましょう。何にでも言えることですが、情報が少ないものが結局は損をすることになります。この電気代についても同様です。今まで漠然となんとなく支払っていた電気料金。この電気料金の値上げの問題は、自分の家の電気代だけにとどまらず、あらゆる産業に影響します。今後は当たり前のように使っていた電気、ガス、水道がいつも通り使えないようになるかもしれません。そしてそれは食料についても同じです。今までの常識を取り払って対策する必要があると思います。そのためにはこれから請求される高額な電気代というものの全容を理解し、対策する必要があると考えます。とりあえず今回は電気料金の概要について情報をシェアします。その前に、電気料金について簡単におさらいしておきます。一口に電気代といってもその内訳にはいくつかの項目があります。1、基本料金。2、電力量料金プラス燃料費調整額。3、再生可能エネルギー発電促進賦課金。4、託送料となっています。1の基本料金というのは、同時に使える最大電力量によって契約時に決定するもので固定料金となります。少ない電力量で契約すれば基本料金は安く済みますが、契約電力量以上に家電を同時に使うとブレーカーが落ちて全ての家電が止まるということで非常に不便になります。もちろん、またブレーカーを復帰すれば電気は使えるようになります。2の電力量料金は、電気を1時間あたり 1000W 使用した時の単価となります。次に燃料費調整費というのが先ほど述べた発電に必要なエネルギーの仕入れ価格の調整費となります。3については、太陽光発電や風力発電に代表される自然エネルギーを利用し、
企業や個人が発電した電力を市場価格に影響されないよう安定して買い取ることができるようにすることで脱炭素事業を後押しするための負担金です。4はすべての小売電気事業者が送配電事業者に支払っている料金のことで、なんと2023年4月よりレベニューキャップ制度によって価格上限を設定されることになり、我々消費者にとったら値上げにつながるものになります。電気料金の内訳は以上のようになります。次に電気料金を構成する電気業界の構造を簡単に説明します。一見自分には関係ないと思われるかもしれませんが、これを知っているかどうかで今後の電気代高騰がいかに深刻であるか分かるのと同時に、どこまで値上がりするかの予想が可能になります。私たちは何の意識もせずスイッチを入れれば電気がつき、毎月使用した分の電気代を支払って生活しています。しかし電気が安定して使えるためには多くの事業者の努力もあるわけです。その証拠に海外では電力供給が不安定で停電は日常茶飯事だということもよく聞きます。それを考えると日本の電力供給は非常に安定しており、関係企業はありがたい存在だと思います。さて、電力業界の構造は、電気を作る発電事業者、作られた電気を我々一般家庭までに送る送配電事業者、そして料金プランの提供や営業サービスを行っている小売電気事業者の3社がいます。電気料金にはこれら3社の事業者への支払いが含まれているということになります。発電事業者には電力量料金と燃料費調整額という形で支払われていくことになりますが、2023年5月請求分より燃料費調整額の上限額が撤廃されるということになります。このことは日本において発電に要するエネルギーは海外への依存が高く、輸入価格が変動していることを理解する必要があります。もちろん安く輸入できている際には割り引かれるわけです。逆に高くなった時は電力会社が値上がり分を吸収していたのですが、ウクライナ・ロシア紛争によってしばらくの間下がる見込みがないどころか、どこまで上がるかわからない状態になっている背景があって、もう電力会社で値上がり分を吸収できないから、値上がり分を全て一般利用者に負担してもらうという流れになったということです。先ほど電気代の値上がりがすでに2021年の9月から始まっていたと言いましたが、一番理解しやすい電力量料金の1000ワットあたりの単価が上がっただけということです。そして今後は燃料費調整額の上限が撤廃されるので、電気代請求金額が恐ろしいことになることは間違いありません。そして発電された電気は電信柱間をつなぐ電線を通して一般家庭に電気を送る必要があります。その役目を担っているのが送配電事業者ということになります。発電所と我々の家を結ぶ設備一切が対象なので、その維持管理費は莫大であることは理解できると思います。その費用を託送料という形で電気料金の中に組み込まれています。そして2023年4月からはその託送料はレベニューキャップ制度というものが導入され、実質我々の電気代高騰に一役買いそうな気配です。最後は我々に電気代を請求してくる小売電気事業者がいて、さまざまな料金プランの提案やサービスを行っているというわけです。かなり端折って説明してきたため正確性に欠けている部分があるかもしれません。正確には電力会社のホームページにて確認してください。今回この動画でお伝えしたかったのは、今後びっくりするほどの電気代が請求されることになりますが、対策さえすれば大難を小難に変えられるということです。どういうことかというと、上限が撤廃される燃料費調整額について何もしなければ家賃ほどの金額になるかもしれないのですが、電気料金の内訳を見ると使用した電力量に単価をかけることになるので、節電すれば料金は抑えられるということです。託送料も同じ理屈です。ただ節電といっても使わない部屋の電気は消すなどといった生優しい対策では追いつかないくらいの値上げになると思います。限りなく電気を使わないという生活にして初めて通常通りの電気代になるというイメージでしょうか。相当な覚悟をしないといけないと思います。もちろん電気代がどれだけ値上げしても問題ないくらいの収入があれば良いと思います。しかし大多数の人に余裕があるわけではないでしょう。少なくとも私は電気代の高騰には本気で向き合っています。どのように節電したら良いかについては以前配信した動画を参照していただければと思います。関連動画では電気代、ガス代が高騰するということは世の中のありとあらゆる物品の価格が高騰することになるのですが、それに対しての対策や有益な情報を紹介しています。今後日本をはじめ世界中が食糧危機に直面することになるでしょう。なので経済的余裕がないと自覚している方は
早急に関連動画をご覧いただき準備することを強くお勧めします。いかがだったでしょうか。今回は Twitter でも騒がれている電気代高騰について情報をシェアしました。今後は電気代を払えない、または滞納する方が続出する可能性が出てきましたが、もしそうなった場合、電力会社はあっさりと電気を止めます。そして、電気を止めるだけではなく、請求の電話は鳴りやまないでしょう。電力自由化によって小売電気事業者は価格競争に突入し、経営困難に陥っていると聞いています。先ほどの説明であったように、小売電気事業者も発電事業者と送配電事業者への支払いがあるので、電気料金の徴収が滞ると大変になるわけです。こうして今回のように電気料金の仕組み、電力会社の構造を知ることでなぜ価格は高騰するのか、現在の世界情勢で今後価格高騰は収まるかをある程度予想することができますし、先手を打って対策することができます。もしかしてウクライナ・ロシア紛争があっという間に収束して、エネルギー価格が紛争前に戻って日常生活が訪れるかもしれませんが、残念ながらその確率はかなり低いと見て良いと思います。今年は大変な局面を幾度となく迎えることになりそうですが、なんとか力を合わせて乗り切っていきましょう。私もできることに取り組んでいきたいと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。